どうもこんにちは。そしたら今日も、アストンマニュアルを続き読んでいきたいと思います。今日はですね26ページから読んでいきます。今日、いよいよね今回から第1章ですね、本章の第1章になります。はい。第1章、ベンゾジアゼピン系薬剤体内でどう作用するか。この第1章は、ベンゾジアゼピンが、体内でどう作用するかというそういうなんかメカニカル的なものを、解説する章になります。はい。ちょっと分かりにくい、この第1章はね、ちょっと分かりにくいところもあると思うんですけど、分からんとこは、サラサラっと飛ばしてというか、サラサラっとこう流していこうと思いますね。で、2章3章が、実際の、原薬のやり方とか、離脱症状についてとか、そういう話になりますので、はい、ちょっとこの1章はややこしいですけども、ちょっと頑張っていきましょう。で、背景なんですけど、このアシュトンマニュアルを、作られた、背景ですね、背景について、書かれてます。でちょっと読んでいきますね。私は12年間1982年から1994年精神安定剤や睡眠薬からの離脱を希望する人たち向けにベンゾジアゼピン離脱専門クリニックを運営しました。私がこの問題について知っていることの多くは、長期間苦しみながらも勇気ある人たちから教えられたものです。300人以上の患者の声に耳を傾け、緊密に経過観察、毎週時には毎日をすることにより、私はベンゾジアゼピンの長期使用及びその後の離脱時に何を伴うかについて次第に学んでいきました。クリニックに通う人たちのほとんどは、医師から処方されたベンゾジアゼピンを何年間も服用していました。中には20年以上も服薬している人もいました。彼らは体調が優れないので薬をやめたがっていました。処方当初は効いていた薬が原因で、実は体調が悪くなっている可能性に彼らは気づいていたのです。精神的にも身体的にも精神的にも多くの症状を呈していました。ある人は抑うつ状態や不安症に陥り、またある人は過敏性腸炎、あるいは心臓系や神経系の症状を訴えました。彼らの多くは病院で消化器系、心臓系、神経系の検査を一通り受けています。ほとんど常に検査結果に異常はありません。多発性硬化症と誤診された人も何人かいます。頻発する疾患のために職を失った人もいます。このような患者の経験は、その後もイギリスやヨーロッパ各国にある精神安定剤依存症支援グループに参加する数千の患者たちによっても、またアメリカで孤立無援の中で支援を求めている個々の患者たちの調査によっても、これまでずっと確認されてきました。興味深いことに、ベンゾジアゼピン長期使用が問題を引き起こすことを最初に気づくのは、医療専門家ではなく患者自身だったということです。っていうことですね。アシュトン博士は
1982年やから僕高校ぐらいの時ですね、高校ぐらい82年やから高校ぐらいの時ですけど、1982年から、94年まで、ベンゾジアゼピンの、原薬専門のクリニックを運営していたと、そこで、300人以上の患者に、緊密に、データを取ったんですよね。でだんだん学んでいった、アシュトン博士自身が最初は、その離脱症状とかそういうことについてあんまりそのアシュトン博士自身も気づいてなかったんですよね。でずっとその減薬していく人たちを観察するうちにいろんなことについて学んでアシュトン博士自身が学んでいったということですよね。でベンゾジアゼピンを長期間飲んでると常用量離脱というのかな、そういうので当初は効き目があったんやけど、だんだんその効き目がなくなってきて、でなくなるどころか今度いろんなところの体に不調が出てくる。で内科とかに行って検査してもらっても、別にどこも悪くないって言われる。検査結果としては数値としては別に悪くないっていう、それは皆さんも経験あると思うんですけど、僕も経験あるんですよね。内科に行って、市民病院の総合病院の結構大きいところに行って、もう一番最初の頃です。まだ20歳20代前半の頃ですけど、いろんな検査してんけど何も悪いところないんですよ。その内科の数値的には全然悪くないんですよね。だけど調子悪いっていうことですよね。でそういうことに気づくのが、でどうやら長らく飲んでるその薬が原因で体調が悪くなっているということに気づくのは、その医療専門家医師ではなくて患者自身がそういうふうに気づくということをいうことです。だから医者には分からないんですよ、実際飲んでないからね。で長年飲んできた患者が医者はその数字見ていろんな数字心電図やなんやかんや血圧測ったりとか血液検査したりとかいろいろして、その数字的には何も問題ないから何も問題ないと思うんですよね、医者はね、普通の医者は。だけどその患者自身はいやそうじゃないって、数字には出てへんけど体調悪いんやっていうのを自覚するのは患者自身やっていうことですよね。でそのことを医者は感じへんけども患者は感じてるっていうことを認めてくれたっていうことで、やっぱアシュトン博士っていうのはやっぱすごい観察力のある方やと思うし、あんまり固定概念がなくて頭の柔らかい方やなと思いますね。で自分は医者やからっていうなんていうのかな、上から目線のそういう態度があったら多分そういうことにはこういうことは言えないと思うので、すごい柔軟性のある方やなと思いますね。患者が訴えることをちゃんと、冷静に、観察してくれてたっていうことですね。その結果こういうマニュアルができたっていうことですよね。でこの章について、第1章についてですね、読者の中にはすぐにでもベンゾジアゼピン離脱についての章第2章に進もうとする方もいるでしょう。しかしながら離脱症状や離脱テクニックを理解しようとする、そうすることにより離脱プロセスをより上手に対処しようとする人には、まずベンゾジアゼピンが体の中で何をしてどう作用して長期の服用に対して体がどう順応し、なぜ離脱症状が起こるのかについてよく知ることをお勧めします。この章ではこれらの問題について論じますっていうことですね。だから患者さんですよね。このアシュトンマニュアルを読みに来る人は具体的な減薬方法、2章に書いてあるんですけど、2章とかあとは離脱症状に対してどういうふうに対応していったらいいのかっていうの、それは第3章に書いてあるんですけども、そういうことを多分直接的に知りたいと思うんやけど、その前にベンゾジアゼピンというのが体の中でどういうことをしているのかっていうのを理解してほしいから、第1章から読んでくださいっていうふうに、アシュトン博士は言っておられます。そういうことですね。
で次はベンゾジアゼピン系薬剤、力化とか排出速度についてということが書かれてますけども、これはまた次の機会にしましょうかね。今日はとりあえず、第1章の、初め26ページと27ページの頭まで読んだということで、今回は終わりにしたいと思います。そしたらまた、次回もよろしくお願いします。